こんにちは。今日は日本の学校で、個性が出しにくいことについてお話ししようと思います。まあ今日は、日本の学校とか教育、のシステムについてお話しするんですけど、その学校、今まで僕が話してきた人に聞くと、学校が好きだった人より嫌いだった人の方がまあまあ多いような気がするんですよ。で、大抵そういう人は、勉強が楽しくなかったっていう理由が、多いと思うんですけど、まあ、他はその自由があんまりなかったっていう理由で、学校が好きじゃなかった人が多いと思うんですよ。で、今回はその自由じゃなかったっていう理由で、その学校が好きじゃないっていうことについてお話ししようと思うんですけど、まあ学校って仕事と同じで、まあ完璧に自由な場所じゃないんですよ。で、学校っていうのは大抵、まあ勉強もそうですけど、それ以外にその社会の生活に慣れるための場所でもありますよね。いろんな人と話して友達作るとか、もう自分が好きなことだけできないから、まあ、ある程度理不尽なことも、経験しなきゃいけないと思うんですよ。で、それから、ある程度、他の人と同じことをしなきゃいけないですよね。学校に遅れるのはダメとか、他の人のために自分が好きじゃないこともしなきゃいけない。グループワークとか、いろいろありますけど、その他の人のために自分だけ頑張らなきゃいけないみたいなシチュエーションもいろいろあると思いますけど、まあそういうのはね、仕事を始める、その社会に出る前に、あその学校で経験することによって、まあ、社会的な生活ができるようになるっていうための場所だと僕は思ってるんですけど、日本の学校はね、この社会になれるっていう部分が強すぎる気がするんですよ。例えばその服とか、髪型、髪の色とか持ち物、テストでの答え方とか、もう全部決まってるんですよ。まあフォーマットがあるっていうんですかね。で、まあ、これはいいところも悪いところもありますけど、やっぱり日本の学校を経験したことがある人はわかるかもしれないんですけど、その窮屈に感じる人もいると思うんですよ。その自由じゃないことの例もいろいろあるんですけど、例えばまあ髪型ですよね。僕が学生の時は、2ブロックが、ダメだったんですよ。その2ブロックっていう髪型が禁止で、で、まあ、その理由はめっちゃ簡単なんですけど、チャラいからですね、なんかちょっと、その後ろとか横の髪を刈り上げるのは、なんかちょっとチャラいから、2ブロックはダメっていう学校が多いとか、まあその髪型だけじゃなくて、まあ染めるのもダメだったんですよ。もちろんその理由も、髪の色が違うのは、チャラいからっていう理由だったんですけど、まあ、本当の理由はね、多分みんな大体同じ髪型の中で、なんか一人だけ違う髪型は、まあ、あんまり良くないみたいな、イメージだったんじゃないでしょうかね。まあ、僕の時はそうだったんですけど、今はちょっとずつ良くなって、髪の毛の色が自由な学校とか、髪型が自由な学校、まあ、たくさんあると思うんですけど、でも逆に、僕の世代より上、お父さんとかお母さんぐらいの世代の時も結構自由だったんですよね。僕のお父さんとかお母さんの時代も、髪の毛を染めることができたり、髪型も自由だったんですけど、なぜかね、僕たちの世代ぐらいはめちゃくちゃ厳しくなって、まあ学校とかね、場所によると思いますけど、髪型も結構厳しいルールがありましたね。で、それから次、テストの答え方、これ僕本当に意味がわかんないんですけど、例えば国語のテストで、この話の主人公はこの状況で何を考えていたと思いますかっていう質問ありますよね。で、その問題が出た時に、その問題の答え方は、主人公は何々何々考えていたと思いますで、書かなかったら少し減点になるんですよ。例えば、
この時の主人公の考えは〇〇〇〇だったと思います。だったら、減点になるんですよね。で、その理由は、そのテストの問題で、この話の主人公はこの状況で何を考えていたと思いますかっていう問題ですから、同じ文の、構造を使って最後まで書かなきゃいけない。で、それを書かなかったらちょっと減点になるっていうのが、ありましたね。これは多分今の世代も同じだと思うんですけど、テストの答え方も全部決まってるっていう感じだったんですね。で、他にも服のルールについては、いろいろあったんですけど、あの、僕にとってね、印象的なのは、靴下ですね。これは僕の時代だけかどうかわかんないんですけど、僕の学校とか、僕の中学校、高校生ぐらいの時は、靴下はワンポイントの白だったら OK っていうルールがありましたね。そう、ワンポイントっていうのは、そう、真っ白の靴下の中に一つだけ小さいワッペンがついてるものだったら OK っていうことですね。その一つだけ小さいワッペンがついてるか、もしくは本当に真っ白、何もない、白い靴下だけ OK っていうルールがありましたね。それでそもそもそんな靴下を見つけることが難しいじゃないですか。その一つだけ小さいワッペンがついてるワンポイントの、白い靴下を見つけるのが難しいから、そういうのを見つけられない人が、その、例えば黒のラインが入ってる靴下を学校に履いて行ったら、怒られるんですよね。そういうなんか変なルールがね、いろいろありましたね。なので僕みたいな、その日本で生まれて、日本で育って普通の日本の学校に行った学生にとっては、普通であること、普通でいることが、一番安全だったんですよね。その怒られないためにとか、目立たないために、普通でいたら、とりあえず普通でいたら、大丈夫っていう感じなので、例えばそのさっき話したルールみたいなものがたくさんあるんですけど、そのルールが多すぎて、知らない間に違反しちゃうこともあるんですよね。例えば僕、高校生の時に、白いセーターを着てたんですよ。普通に、制服だったんですけど、その制服の上のセーターは、自由だったんで、僕白いセーターを着てたんですけど、でも、その高校のルールによると、黒か紺か、グレーかベージュのセーターは OK なんですけど、白いセーターはダメなんですよ。で、僕はそのルール知らなくて、白いセーター買って白いセーターを着てたんですけど、その先生が突然僕のところに来て、黒か紺かグレーかベージュのセーターを着てくださいって言って、白いセーターはダメだから今ここで脱いでくださいみたいなことを言われたんですよ。だからね、とりあえずその時大切だったことは、とりあえず他の人を見て、で、他の人がしてたら多分大丈夫っていう気持ちが強くなるんですよ。なので、さっきの例を使うと、他の人を見て、例えば、グレーのセーターを着てたら、他の人、あの人はグレーのセーター着てるから、多分、僕もグレーのセーターを着た方がいい、みたいな気持ちが強くなるんですね。で、これが、窮屈に感じる人がいるかもしれないですね。それで僕もそういうシチュエーションを経験したので、窮屈に感じてたんですよ。でもね、その趣味については、結構寛容な気がするんですよね。その社会の人々が、その他の人の趣味について、寛容な気がするんですけど、例えばそのアイドルが好きな、アイドルが趣味の人とか、バスケ、NBA が趣味な人、アニメ、カメラ、いろんな趣味ありますけど、そういう趣味については、別に他の人が好きなものを
尊重するみたいな空気はまあまああるんじゃないかなと思いますね。でも、その自分が本当に好きなものを、見せない人も多いんですよね。例えば、自分がアイドル好きだけど、その自分がアイドル好きっていうのを、普通の生活では見せなくて、で、インターネットだけとか、仲がいい友達だけに、仲がいい友達と話してる時だけ、そのアイドルの話するみたいな、そういう感じの人が多いような気がしますね。それでまあ見た目は、みんな、似てるというか、見た目はみんな同じですから、なんか知ってる人は知ってるみたいな、状況も多いんですよね。で、多分これが、その、日本のオタク文化につながったとか、日本のオタク文化みたいなものが、生まれたのかもしれないですね。まあそんな感じで僕は普通の日本の教育のシステムを経験したんですけど、今はそれについて思うことは、学校教育って、ある程度その型を教える場所ではあると思うんですよね。その社会に出る前にある程度自分が好きじゃないことをしなきゃいけないとか理不尽なことを、させられるっていう場所だと思うんですけど、日本ではね、その型が強すぎるから、もう少し自由があっても、いいんじゃないかなと思いますね。自分の個性を出すことと、他の人と関わり合う、その協調性みたいな、ものは、どっちかしかできないっていうわけじゃなくて、両立できるものだと思うので、自分の個性を出しながら他の人も尊敬できるような場所になったらいいかなと思いますね。なんか今はその個性が爆発してる人とか個性を出しすぎる人ってなんかヤンキーって言われたりなんかちょっと変な人のイメージが、あることもあるので、まあね、もう少し個性が出せるようになったらいいかなと思いますね。皆さんはどうですかね。学生の時とか自分の個性見せられるような場所でしたか、学校が。今振り返って、その良かったこととか、あんまり良くなかったことあったら、教えてください。そんな感じで、今日は日本の学校とか教育のシステムで、個性を見せにくいことについてお話しさせていただきました。それでは今日もここまで見てくれてありがとうございました。バイバイ。